ちは、メイです。前回は時計塔を作ったので、今回はエイブルシスターズのオーラを作っていきます。エイブルシスターズのオーラはどんな風になるのか、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。季節の変わり目に必ず風邪をひいて、喉が死んでいますが、今日も元気に土木工事を行っていきます。前回作ったところとエイブルシスターズの関係性はかなり近い位置です。マップで言うとこの辺り、広い範囲ですが、最近は作り慣れて広い範囲なのか疑問に思っています。今日は主に2段目しか作らないので、以前作ったところをさらに拡張していきます。一区画より少し大きめに作っていきます。今回は街づくりなので計画しながら作っていますが、だいたい計算を間違え、動画の裏で何度も直しています。前回作った場所と仕立て屋を四角の形になるようにつなげる感じでつなげていきます。四角の中に当てはめて考えるという癖のせいで四角を作りがちですね。崖を作るだけの動画を見ていても面白くないのでカットします。2段目どこにあるの状態ですが、ここに2段目は存在します。家具で手元が見えていませんが失礼します。道路メインな時は横断歩道をつけてアクセントにします。ここにあったらいいなという願望のみで敷いているので、利便性などは考えられていません。集まりは映る範囲が狭いのと範囲が決まっているので、写真映えのために敷いたりしています。現実だったらこんなところいないよなというところに存在させていきます。ちなみに今回は仕立てや裏に小さな公園を作ります。都会の中にある公園は前から作ってみたかったシリーズで、ようやく実現できます。仕立てや周りが結構中世寄りの街並みなので、いきなり現代っぽい街並みになる予定です。島の統一感みたいなところはとても大切なんでしょうけど、作っている人が同じであれば、めちゃくちゃ意識して変えない限りその人らしさで統一感が出るんじゃないかなと思っています。足りなかった崖を補充していきます。計画通りにならないのが私の島クリエイトです。今回の道路の敷き方は普通の道路幅2マス、公園の前の歩道は3マス、それ以外の歩道は2マスという感じで統一し、残りは草を生やします。道路ができました。ベースができたので次は飾り付けのターンです。右側から飾り付けていきます。右側はただの草の生えた空き地なので緑地化していきます。前に作ったものをただ拡張するだけの簡単なお仕事です。草がはみ出してこないようにフェンスで囲っていきます。このフェンスがあるだけでなんかリアルに見えちゃうのが不思議ですね。ファンタジーの世界なんだけどちょっと現実っぽさが出てきます。電柱やプラスチックベンチを置けばさらに現実っぽさ増し増しに。よくわからん隙間には木を植えて隠します。右側の緑地化は成功です。次は左側に公園を作っていきます。まずは公園から道路に飛び出さないようにフェンスの設置。小さいお友達も大きなお友達も等しくフェンスで守ります。フェンス下にレンガのマイデザインを貼ります。ちなみにこの公園はバスケットボールができる公園です。かっこよく仕上げていきたいので公園内は黒を多めにします。ゴール下は筒で制していきます。小石でボールがどっか飛んでいくやつですね。一部だけ丸くしてゴール下っぽく。本日の主役です。バスケするには小さすぎる公園です。集まり内で誰もバスケしないのとただの飾りなので OK です。入り口はスチールフェンスを置きます。自販機も黒にして公園内と外で統一感を出します。公園といえばカラフルという概念を捨てています。都会っぽく柵を立てていきます。ガードレールなら完璧でしたね。気分で公園の近くにヤシの木を植えます。もっと植えてもよかったかもしれないですね。行き止まりの道を行き止まらないようにしていきます。これが本来の横断歩道の使い方っぽいですね。前回の続きで柵を立てていきます。最後に軽自動車を飾って道路っぽく。
犬の場所を変えていきます。これで完成です。かなり都会的な雰囲気になりましたね。割とリアル寄りな小さな公園のクリエイトはいかがだったでしょうか。小さめの公園もいいかもと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.